キューティーストリートが韓国でバズっているの知ってますか？正直 K-POP あるし日本嫌いでしょ、オタクしか興味ないでしょって思いません？でも実は今韓国の音楽番組でキューティーストリートが歌っています。しかも YouTube の再生回数は100万超え、現地チャート100入りです。ライブは売り切れ。これ完全に異常事態です。僕は韓国で19年間住んでいました。韓国のリアルな音楽トレンド、かなり解像度高く見ています。この動画ではなぜキューティーストリートが韓国で刺さったのか4つの理由で説明します。K-POP とは真逆だった。アイドルの本質を思い出させた。韓国に本気で向き合った。バズる準備が全部整っていた。この4つです。まずはですね、キューティーストリートの破壊力説明しますね。2026年3月26日、韓国の音楽番組 M カウントダウン。ここに日本のアイドルが出る時点で普通じゃないですが、さらにやばいのは、これは公開2週間で YouTube760 万再生回数が取れて、コメント欄は韓国語で埋まりました。いいね数も同じ番組でトップレベルだったんですよ。さらに Spotify Viral Hits Korea で1位圏になって、メロンという韓国のサイトでチャートのランクインまで果たしたんですよ。韓国はアイドル市場が激戦の国です。年間数十から数百グループがデビューして9割以上は消えてしまいます。その中で日本のアイドルがトップ仕様を総取りする。これは異常です。しかもライブソウルの Yes24 という会社のコンサートホールが初来館なのに全部売り切れになったということですよ。じゃあなぜそこまで刺さったの？ここからが問題です。まず一つ目は K-POP と真逆だからということです。K-POP は今完成度の競争になっています。例えば IVE という韓国女性アイドルがありますが、まずね、平均身長が 169cm ですよ。そしてビジュアル、ダンス、歌、さらにその裏には数百人、数千人規模の制作チームがこのミュージックビデオ、音楽、話し方、コントロール教えているんですよ。でもここで問題が出ます。正直僕もこう思う時があるんですよ。すごい。でも、すごすぎて近寄れないってことですね。そこにキューティーストリートが来ます。色はピンク、黄色、ミントグリーン、衣装はリボン、フリル、ヘアピン、笑顔が強い。K-POP はダイヤモンドになろう。ダイヤモンドじゃないと売れない。そして、キューティーストリートはそこを真逆から来て、私たちはカップケーキみたいな可愛い存在だってところなんですね。甘いもの、可愛いものがクンとくるんですね。日本は特に未完成でも愛される文化があって、魅力が爆発したんですね。で、二つ目の理由は、アイドルの定義を思い出させたということです。これ、ちょっと深いです。K-POP 今のトレンド、世界市場を取りに行くぜなんですよ。だって BTS は英語の曲が増えています。NMIX という韓国の女性グループは、ブラジルで行って歌ったり踊ったりするんですよ。韓国市場が小さいから、世界で売れるんだったら、そっち行った方がビジネス的には正解ですよね。そこでね、ある違和感が生まれます。韓国のファン、こう思う瞬間あるんですよ。あれ、自分たちって優先されてるって、こういうことですね。だって歌詞、英語が増えてて、韓国人が韓国のアイドルグループ見てるのに、翻訳機でこの英語はどんな意味ですかを見ないといけないんですね。そこでね、キューティーストリート、今回韓国来て、韓国語で歌いました。韓国語はちょっとぎこちないこともある。発音完璧じゃないこともある。でも、全力で伝えに来る。これを見た瞬間、韓国人のスイッチが入るんですね。応援したいと。これ、日本のアイドルの強みかもしれません。K-POP は完璧になろうぜ。完璧じゃないと売れないんだぜ。みたいな感じだったら、日本のアイドルはその隙間で、私たちはまだ未熟かもしれません。でも全力で頑張りますし、成長を見せますよってことですね。しかもね、キューティーストリート見たらわかりますが、なんか複雑なこと考える必要ないんですよ。見た瞬間わかるんですよ。可愛い、楽しい。疲れてる時、人はシンプルな幸せを選びますよね。キューティーストリートは何をしたのか考えなくていい癒しを投げたのです。3つ目の理由、
韓国に本気で向き合ったということです。ここかなり重要です。普通、海外展開するときどうしますか？英語にします。もしかしたら自分たちの国の言語で原曲を歌います。K-POP もそうですよね。英語にするか、もしくは韓国語で売るか。でも、キューティーストリート逆ですね。韓国語で来たんですよ。これ面白いのがですね、韓国で売れる確信がある、バズってる確信があるんだったら、韓国語で使ってもいいんですが、キューティーストリートはまだ韓国に本格的に入ってないんですよ。なのに、韓国語で歌を準備して、韓国語で歌ったんですね。しかも、適当じゃない。この歌詞を翻訳した人は、かなり能力のある方なんですよ。例えばね、キューティーストリートで戦国時代の話があります。翻訳した方は、韓国人がよくわかっているギリシャ神話に翻訳して歌詞を書いたんですね。そして、キューティーストリートの歌詞には原宿っていう言葉も出ますが、そこを韓国に進出っていう言葉に変え、そしてすっぴんという言葉がありますが、これを韓国語でセンオールという、言葉を使いました。若者がフランクに使っている言葉なんですね。完全にローカライズしたんですよ。でも同時にサビは日本語そのまま、可愛いだけじゃダメですかっていうのはそのまま使ったんですね。もう天才なんですよ。さらにポイントは韓国語ですね。韓国のアイドルで外国人メンバーがいて、韓国語がちょっと下手だったら、韓国語をちゃんとしろ、もうバーバーバーすると思いますが、このキューティーストリートの場合は、それがプラスになったんですね。頑張ってる感が必死に伝わるんですよ。自分たちのためにわざわざ韓国語で、韓国の番組で歌ってくれてる。だから刺さると思うんですね。結果どうなるか、韓国のコメント欄、実際こうなってましたよ。韓国アイドルより韓国語使ってると。こんなに準備してくれて感動だと。これは完全に心まで取りに行った勝ち方ですね。最後の理由、4つ目。バズる基盤があったということです。ここも現実的な話です。正直、10年前だったら無理だったかもしれません。当時の韓国、J-POP というのはちょっとオタク的な感じでした。でも今完全に変わりました。理由はシンプルでアニメですね。鬼滅の刃、呪術廻戦、推しの子。こっから全部の歌が少しずつ日常に入りました。さらに TikTok、音楽の消費方法が変わったんですよ。これ革命です。今の韓国の若者、J-POP のただの日本の音楽として聴いていません。バズってる音じゃないって聞いています。ラブライブというアニメがあって、何が好きという音楽あったんですが、これ覚えてますか？ 2025 年に韓国を超えて世界で大ヒットしてましたよね。韓国人、世界の人に向かっていたんですよ。だから、これはね、韓国 K-POP のアイドル自身も日本の音楽とコラボするんですよ。ライズというグループとか、エスパーというグループが、そのアイドルの何が好きみたいなことを自分たちでその日本の音源を使ってなんか歌ったり踊ったりしているんですね。だから、この韓国人の一般人に対してもめちゃめちゃ少しずつ認識が広がっているわけであります。そこにキューティーストリート、条件全部揃っています。キャッチなフリーとか耳に残るメロディとか短いなでもバズるように5秒10秒でもバズるような構造あったんですね。さらにファン層も今の10歳代20歳代の若い人たちだったりとか、もしくは30歳40歳代の人たちは昔 AKB48 とか、乃木坂とか聞いてた層が若干韓国にも残っていたので、そこの層を戻らせてくるってことができたんですね。つまり今回の韓国でのバズは偶然じゃなくて、市場、文化、SNS 全部が揃った結果とも言えます。日本は少年可愛いを磨いてきて、韓国はそれを受け入れる準備が整っていた。そこにキューティーストリートが来た。タイミング完璧ですよね。僕はいつも思います。韓国には韓国の強みがある。日本には日本にしか出せない魅力がある。今回のキューティーストリート、ただのバズりじゃありません。日本の良さってちゃんと外で通用するんだと証明した瞬間なんだと思うんですよ。今まで日本市場、
だけで戦う場合が多かったです。それに外に出る必要はないという考え方も正しいと思います。ただ、もし外に出た時、今回みたいに、そこが刺さるのという想定外の爆発が起きる可能性がいっぱいあると思うんですね。だからこそ、今回のような事例は今後の日本の音楽とか文化とかを世界を広めていくにあたって重要なヒントになっていると思います。そうすれば日本の強みをそのまま世界に届けることができると思います。この流れはまだ始まったばかりです。こういう日本と韓国のリアルな違い、これからもどんどん解説していきますので、他の動画もぜひ見てください。そしてチャンネル登録といいねもぜひお願いします。以上、パックンでした。アンニョン。